バケツの水が蒸発するレベルで風が強すぎる最強ブロワー、これがあれば洗車後の面倒な吹き上げは秒で終了。去年バズったブロワーに最新モデルが出てましたので、今回はこちらの5種類を実際に使ってみて、どれが一番楽にそして早く洗車の吹き上げが終わるのか徹底的に比較して、動画の最後で実際に使ってよかったランキングを発表したいと思います。ということで今回アリエクから届いた最強ブロワーがこちらの5種類。簡単に紹介すると、まず1つ目がこれ。手のひらサイズでレビュー数も多くて全体的にプラスチック、ノズル交換したら掃除機にもなるやつ。2つ目が去年買った X64 の新型モデル。初期型と同じく 3D プリンターで側を作って中にダクテッドファンというラジコン飛行機用のファンがついているので、4つ組み合わせると空飛べるぐらいの風力のやつ。前のモデルと比較するとボタンからダイヤルに変わったので風量の調節ができるようになって、バッテリーが残りどれくらいか見えるようになりました。3つ目が今回初めて使うブロワー X7。アルミボディでしっかりした作り、電源ボタンと風出すボタンの2つだけとかなりシンプルで、電池残量もこの4つのランプで分かるようになってます。4つ目がワンバンというマキタのバッテリー使って使うことができるブロワーの新型。そして最後が最新モデル。これはフェイユーテックというヨドバシカメラでも売ってるカメラのジンバルを作ってるカメラ業界では結構有名なメーカーのサブブランドのもので、正直このブロワーめっちゃ高かったんですが、その分さっき紹介したブロワーと比べると作り込みがすごくて、外箱がまずこの大きさ、そして日本語の説明書、これが本体のサイズ。一番初期の最強ブロワーと並べてみると同じぐらいの大きさで、側は 3D プリンター製でなくオールアルミボディになってて、本体の重さが 1.3kg、 風量や電池残量の確認ができるメーターがついて、このスライダーで風量の調節ができる感じ。付属のノズルをつけると簡単な掃除機にも変形します。なので高いだけあって作りが一番しっかりしてます。マキタのバッテリー式以外は全て USB-C で充電するタイプなので、早速充電マックスにしてこの5種類を使ってどれくらい風強いのか実際にやってみます。まずはボンネットの水飛ばしから。これが一番小さいモデル。まあ飛ぶけど正直弱いかなって感じです。アリエクのページだと強そうな気がしてましたが、実際はそんなに強くないので洗車に使うのは微妙かなって感じです。カメラとかパソコンの掃除には大活躍すると思います。次に X64 Pro。 はい、さすが最強ブロワーの新型で名前にプロがついただけありますね。強すぎて一瞬で水滴飛びます。普通に風が強すぎて手が持っていかれるレベルで風が強いので、使う時は両手持ちがいいかなと思います。それくらい風強いです。そしたら次は X7 アルミ。これ結構いいですね。僕が持ってるマキタのこちらのブロワーよりも風が強くて水滴をちゃんと飛ばせるし、マキタと比べても本体がめっちゃ軽く片手で操作できるので使い勝手がかなり良くていい感じだと思います。次にワンバン。これは X64 まではいかんけどこれも強いです。ただめっちゃ音がうるさくて、さっきの 3D プリンターの X64 も音めっちゃうるさいんですけど、それと同じぐらいうるさく歯医者のドリルみたいな高音が鳴るので、連続して使ってるとアップルウォッチから警告出て耳が痛くなる感じですね。後ほどこの音量計使ってどれくらい音うるさいか全部比較します。そして最後が一番高いキカ。映像で見る限り水滴は一瞬で飛んでますが、僕が実際に使った感じ X64 の方が強いと思います。ただ音はだいぶマシです。参考までにバケツの水を飛ばしてみると、これがキカ、こっちが X64。どっちもバケツの水が蒸発するレベルで強いんですが、こう並べてみると X64 の方が強めですね。とりあえずざっと5個全部紹介しましたが、今使った中で体感で強かった順に並べてみると、最強が X64 Pro、 2位がキカ、3位と4位がワンバンと X7、 最下位がこれですね。強力なブロワーを使うことでボンネットとか天井の水を一瞬で飛ばすことができるので、洗車後の吹き上げ時間の時短になるんですけど、これまでマキタを含めいろいろなブロワー使ってきて思うことは、ボンネットとか天井とかの大きいパネルは洗車用の大きいタオルを使って拭いてあげる方が正直早くて無駄に電力消費しないので、こういう大きいタオルを1枚買ってタオルで拭いた方が普通に早いです。
僕がずっと使ってるのはイッツウィンという韓国のメーカーのタオルで、世界中の洗車屋さんが仕事で使ってるレベルでクオリティ高くて水滴を一瞬で消せるので、迷ったらこのイッツウィンがおすすめです。またガラスコーティングも同時にやっておくだけで車に汚れ自体がつきにくくなって、もし汚れてもコーティングの上に汚れが乗ってるからその分落ちやすく、撥水が強いタイプであれば水も飛びやすくなるのでメンテナンスがだいぶ楽になります。正直ガラスコーティングは高いんですけど、1万円ぐらいの安いものでも効果は全然あるので、拭き上げ時間が大幅に短縮になって時給で考えたら全然元取れると思うので、ガラスコーティングもやっといた方がメンテナンスが快適になります。その情報を踏まえて僕がこれまでいろいろやってきた中でおすすめの拭き上げ方は、洗車後にボディ全体をタオルでざっと拭いてあげて、タオルでは拭き取りにくいこういうグリルとかドアの隙間、タオルで完全に拭いたと思っても後から一生水が垂れてくるミラー下とかに重点的にブロワーで風当てて中に入り込んだ水を飛ばしてあげるのが一番効率いいと思います。やっぱりタオルじゃこういうグリルの細かい隙間まで入らずに水滴取れなくて一生時間かかってしまうので、こういう細かいところを重点的にブロワーを使って水飛ばしてあげてください。ということで最後にグリルの水を飛ばしてどのブロワーが一番使いやすいか実際に検証してランキング形式で発表します。まずは一番小さいやつ。はい、やっぱりこれは洗車には向いてない気がしますね。近づけてあげれば水滴は飛ぶんですけど、ちょっと時間かかるのでこれはやめておいた方がいいですね。それでは次に X64 Pro。 はい、これが一番強いですね。見てわかるように水滴が秒で飛んでいきますので、全体的に水飛ばして表面に少し残った水をタオルで拭いてあげたらそれで終了ですね。最速で拭き上げを終わらせたい方は X64 かなと思います。それでは次に X7。これ結構いいと思います。 X64 ほどアホみたいに風が強いわけではないんですけど、マキタよりも全然強いのに手のひらサイズで使い勝手もよく、普通にグリルの水飛ぶし、本体がアルミボディで放熱性もしっかりしてるので、総合的に見ると X7 が一番使い勝手がいい気がします。それでは次にワンバン。体感ですが風の強さはキカの1個下の強さですね。ただし音がうるさすぎるので住宅街とかで使うのは気を使うレベルです。例えるなら掃除機をさらにうるさくしたような感じ。ただこれのいいところはバッテリーがなくなっても交換すればすぐに使えるので、そこはいいところかなと思います。そして最後にキカのブロワー。これも秒で水消えます。アルミなのもあってか使っていて全然本体が熱くならないので一番安定してますね。まあ値段が一番高いので納得な感じです。ランキング発表の前に皆さんが一番気になる音がどれくらいうるさいのか、実際の風速はどれくらいか測ってきたので紹介するとこんな感じになります。一番風が弱いこの小さいのが秒速 23.5 メートルで音量88デシベル、最強ブロワー X64 Pro。これまさかの風強すぎて計測不能のエラーが出て音量は130デシベル、 X7 は秒速30メートルで音量が90デシベル、ワンバンは秒速24メートルで音量が118デシベル、最後のキカは秒速 27.7 メートルで音量が110デシベルでしたね。風の強さでいくと X64 Pro がエラー出るレベルで強いんですが、その分音もうるさく130デシベルでしたね。まあ今回室内で撮影してるんで壁に音が反射して余計にうるさいのもありますが、普通にうるさいのでこれは使うのに気を使うレベルです。明らかに前のこのモデルよりもうるさくなってます。ただ風は最強に強いので洗車後の吹き上げを一瞬で終わらしたい方はこれかなと思います。そして数値上2番目に風が強かったのがまさかのこの手のひらサイズの X7。正直キカの方が本体が大きいし値段も倍ぐらいするので風強いかなと思ってましたが、 X7 が秒速 30.5 メートルと台風ぐらい風強かったです。それだけ強いのに音量は90デシベルと使った感じドライヤーと同じぐらいの音量で、他のブロワーと比べても頭に響くような高音もなくて全然静かだったので、今回の最新モデル5個から1つおすすめするとしたら X7 が一番バランスが良くて使い勝手が良かったのでこれかなと思います。キカのブロワーは風速計だと X7 より風弱く数値が出ましたが、このようにバケツの水が蒸発するレベルで風が強くて音量も X64 と比べると多少マシで頭に響くような高音でなく、ドライヤーの若干うるさい版ぐらいな感じの音で、何より一番作りがしっかりしててヨドバシカメラでも売ってる大企業が作ってる安心感があるので
今回紹介した5つの中で今から買うなら X7 かキカ、この2択ですね。そしてこれが全体的に使って思ったおすすめのランキング。水滴の拭き残しや時間がかかる拭き上げ作業にはブロワーがとても効果的なので、大きめのタオルとブロワー、この2つがあれば速攻で拭き上げ完了するので、ぜひ試してみてください。今回紹介したブロワーでなくても、ブロワーは1つあると洗車がだいぶはかどるので、何かしら1本持っておくといいかなと思います。今回紹介したブロワーは動画の下にある概要欄に詳細を確認できるページを貼り付けておくので、気になった人は他の人のレビューも参考にしていただければと思います。ということで今回はこの辺で最後まで見ていただきありがとうございました。